こんにちは、ボリです。今回は桜のクッキーの詰め合わせを作った時の動画です。型抜き、アイスボックス、ロッククッキーを作りました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず型抜きとアイスボックス用の生地を作っていきます。常温に戻したバターをホイッパーで混ぜます。クリーム状になるまで混ぜていきます。次に砂糖を 2,3 回に分けて混ぜていきます。白っぽくなるまで混ぜます。砂糖のダマなくしたと思ったら少し残っていました。皆さんはダマを取り除いてからバターに加えてください。全卵を少しずつ混ぜます。ここでポイント。卵は一気に入れるとバターになじみにくくなるので、少しずつ加えることでなじみやすくなります。めんどくさがって一気に入れるとバターと卵分離するので注意です。ここまで生地ができたら半分に分けていきます。プレーン用と桜用の生地になります。ここまでは一緒の工程なのでまとめて作りました。プレーン用の生地にはバニラエッセンスを加え混ぜます。そこに薄力粉を加え切るように混ぜていきます。今回アイスボックスクッキーを3種類、型抜きクッキー1種類、ロッククッキーの全5種類のクッキーを作っていきます。久しぶりにいろんなクッキーを作るのでワクワクしております。生地をまとめたら半分に分けておきます。桜用の生地には薄力粉と桜パウダーを入れ切るように混ぜます。私、型抜きクッキーとアイスボックスクッキーいつも同じ生地で作っております。こだわる人は配合を変えると思うのですが、同じでいいかなっていうのが私の考えです。これも生地をまとめたら半分に分けておきます。アイスボックス用にプレーンの生地の形を整えていきます。まずシンプルな丸いクッキーを作るために円柱を作っていきます。アイスボックスきれいに作るのにはどうしたらいいのかわかんないのですが、いつも手の感覚でだいたい丸だろうみたいな感じで作っちゃっています。最後にラップで軽く包み整えたら丸いクッキー用の生地の成形完成です。次にもう一つのプレーンの生地と桜の生地を一つさらに半分にして1個ずつ使って市松模様のアイスボックスを作っていきます。さらに生地を半分にして四角の棒状にしていきます。なんとなく四角く成形したら転がして四辺を平らにしていきます。残りの3つも同様の太さと長さにして成形していきます。市松模様になるようにくっつけていきます。2つくっつけた時点で転がして平らになるようにしていきます。4つくっつけたらまた転がして平らにしてラップに包んだら形を整えます。
整えたら市松模様の生地の成形完成です。残りの半分の生地はぐるぐる模様のアイスボックスにしていきます。生地をさらに半分にして綿棒で長方形に伸ばしていきます。重ねるので同じ大きさになるように整えながら伸ばしていきます。そのまま伸ばしていくと角が丸くなってしまうので、綿棒で辺と角を作りながら伸ばしていきます。桜の生地も同じように伸ばしていきます。2種類の生地を伸ばし重ねてくっつけたら巻いていき、ぐるぐる模様にしていきます。巻けたらラップに包んでぐるぐる模様の生地の成形完成です。3種類のアイスボックスの生地を冷凍で30分ほど冷やしていきます。残りの桜の生地は型抜きクッキーにしていきます。綿棒で生地を伸ばしていきます。生地を伸ばしたら桜の型で型抜きしていきます。桜の型小さめなので箱詰めしたら小さい桜の花がいっぱいで可愛くなりました。仕上げの時花弁をチョコペンで描こうかなと迷ったのですが、細かくてうまく描けるか自信なかったのでやめました。型抜きできるとこがなくなったら生地をまとめ、もう一度伸ばし型抜きしていきます。残った生地は今度何かに使うため冷凍しておきます。天板まだ乗りそうなので先ほど冷やしておいた丸のアイスボックスも乗せていきます。包丁で同じ分厚さに切っていきます。私切ってる時のサクサクって音好きです。切れたら天板に乗せていきます。天板に乗せたら180度で8分から10分焼成していきます。スタート。型抜きクッキーと丸のアイスボックスクッキー完成です。市松模様とぐるぐる模様のアイスボックスも切って焼いていきます。先ほどと同様同じ分厚さに切って天板に乗せていきます。このクッキー作ってるの去年の春なのですが、妊娠4ヶ月ぐらいの時でちょっとつわり落ち着いてきたかなというくらいの時で体調がいい日に作りました。つわりがひどい時まともに料理できずめちゃくちゃストレス溜まっていたので、久しぶりのお菓子作れるとなりテンション上がって作りました。長男の時は眠り詰まりでほぼ一日中寝て過ごしていたのであまりしんどいというイメージはなかったのですが、次男の時は食欲が減り食べても吐いてしまい、世の中のお母さんたちはこれ以上に辛かったりするつわりを耐えて妊娠中過ごしてるかなと思うとすごいなと思いました。天板に乗せたらこちらも180度で8分から10分焼成していきます。スタート。市松模様とぐるぐる模様のアイスボックスクッキーも完成です。次にロッククッキーを作っていきます。常温に戻しておいたバターをホイッパーで混ぜていきます。このバターもクリーム状にしていきます。クリーム状にしたら砂糖を 2,3 回に分けて入れながら白っぽくなるまで混ぜていきます。ロッククッキーはバター多めなので結構混ぜるの大変です。
全卵を少しずつ入れながら混ぜていきます。今回クッキーが好きな友達の誕生日に作りました。あげた時すごく喜んでくれたので、作り手としては安堵しました。ラム酒を入れ、さらに混ぜてます。ラム酒は香り付けに入れます。薄力粉を加え、ゴムベラで切るように混ぜます。今回ロッククッキー以外、桜がモチーフのクッキーになるのですが、全部桜だとピンクが多すぎるので、アクセントにとチョコとアーモンドのロッククッキーを作りました。サクサクで美味しく簡単にできるのでよく作ります。軽く混ぜたらチョコチップとスライスアーモンドを入れ、全体に行き届くように混ぜます。ここでポイント。混ぜすぎると生地がべちゃっとするので軽く混ぜてください。生地ができたらティースプーンですくって天板にのせていきます。触らずゴツゴツのまま天板にのせておきます。今回友達にあげるためにクッキーの箱詰めを作っているのですが、1箱だけ作るだけなので作りすぎております。友達には綺麗なクッキーをあげ、家族みんな大好きなのでおやつにと多めに作りました。特に長男クッキー好きなので何日かに分けて少しずつ食べました。こんなに大量生産したの久しぶりなのでめちゃくちゃテンション上がりました。パン屋さんで働いてた時に焼き菓子大量生産することよくあったのですが、仕事中なのですが私にとってはストレス発散になっておりました。天板に乗せたら180度で8分から10分焼成していきます。スタート。ロッククッキーの完成です。丸のアイスボックスクッキーをチョコでコーティングしていきます。ホワイトチョコを湯煎で溶かしていきます。昔チョコを溶かしたくて電子レンジでチンして焦がしたことがあります。めんどくさくてもちゃんと湯煎でやらないとですよね。溶かしたら桜パウダーを加え、桜のチョコにします。ほんのりピンクになって可愛くなりました。丸のアイスボックスクッキーに半分までチョコをつけていきます。今回桜のクッキーの箱詰めを作ろうといろんなクッキーを作りましたが、ピンク多すぎるのでホワイトチョコのまま作ろうか迷ったのですが、ロッククッキーがアクセントになってるし大丈夫かなと思い、チョコも桜にしました。どっぷり全体につけるとくどくなると思い、半分にして模様みたいにしてみました。一つ手が滑って全体についてしまったのですが気にしない。チョコをつけたら冷蔵庫で冷やし固めます。最後に箱に詰めていきます。箱と中のクマさんのワックスペーパーは100均で買いました。どちらもセリアで購入しました。どうしたら綺麗に箱詰めできるかなって考えながら詰めているので、めちゃくちゃ位置ずらしながら入れていますが気にしないでみてください。
というか友達にあげるんだから手袋ぐらいしろよって撮った映像を見ながらセルフツッコミしております。きちんと手はきれいにしてから詰めていますよ。いろいろ迷って最終的には真ん中に桜の型抜きクッキーを入れ、周りにアイスボックスクッキーを、ピンクばかりになるので6クッキーがアクセントになるように詰めていきました。箱にクッキーを詰めれたら、桜モチーフのクッキーの箱詰め完成です。